今日はチョコバナナアイスクリームを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコバナナアイスクリームを作りたいと思います。はい、ということで今回はひんやりアイスクリームを作っていくんですけれども、アイスにバナナを練り込んで、さらにですね、チョコレートはパリパリにして仕上げたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。バナナ、生クリーム、牛乳、グラニュー糖、レモン汁、バニラエッセンス、チョコレート、くるみ。今回はこちらの材料で作っていきます。まずバナナはですね、皮を剥いた状態で 300g 使っていきます。だいたい4本から5本ぐらいになるかなと思います。そして生クリームですね。こちらの生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% の生クリームを使っていきます。より濃厚にしたい場合は 40% 台の生クリームを使っていただくといいかなと思います。そして使うチョコレートですね。今回私が使うのはロッテガーナのブラックチョコレートです。こちらはお好みのチョコレートを使ってください。そして中に入れるくるみですね。今回生くるみを使うんですけれども、こちらそのまま食べれるくるみです。こちらのくるみに関しましてはお好みでローストしていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずね、中に入れるくるみを刻んでいきます。先ほども言ったんですが、くるみは生の状態で使っていただいてもいいですし、ちょっと香ばしくしたい場合はローストしてから使ってください。では適当にね、刻んでいきます。はい、OK です。くるみはこのぐらいの大きさに刻んでください。それでは続いてチョコレートを刻んでいきます。チョコレートはね、今回溶かして使うので、できるだけ細かめに刻んでいきます。でもしね、包丁で刻むのがめんどくさい場合は、手でね、細かめに砕いていただいても OK です。では刻んでいきます。はい、OK です。ではね、別のボウルに60度前後のお湯を張ってください。そしてボウルに入れたチョコレートを当てます。このまま湯煎でチョコレートを溶かしましょう。今回私はね、ガラスボウルを使って溶かしてるんですけれども、もしアルミとかあとはステンレスのボウルをお持ちの方は、そちらの方が熱の伝導率が早いので、チョコレートも早く溶けると思います。はい、このようにチョコレートの粒がなくなるまできれいに溶かしてください。それでは続いて生クリームを泡立てていきます。まずね、ボウルを氷水に当てて、その中に生クリームを入れましょう。そしてグラニュー糖を加えます。今回グラニュー糖を使ってるんですけれども、こちらの糖類はお好みのものを使用していただいて OK です。それでは7分立てぐらいまで泡立てていきます。このぐらいね、ピンと角が立つまで泡立ててください。泡立てすぎると分離してしまいますので、泡立てすぎには注意してください。それではね、こちらの生クリームは使うまで氷水に当てておきます。では続いてボウルでバナナを潰していきます。まずね、ボウルにバナナを適当にちぎって入れましょう。はい、OK です。このようにちぎってください。今回バナナは皮を剥いた状態で 300g 用意してください。そしてここに変色防止でレモン汁を加えます。ここからなんですが、今回私はハンドブレンダーを使って攪拌していきます。こちらはですね、フードプロセッサーとか、あとはミキサーを使っていただいても大丈夫です。あるいはそういったね、調理器具がない場合は、フォークかまたはマッシャーで潰していただいて OK です。では、ハンドブレンダーで攪拌していきます。はい、バナナをこのように滑らかにしてください。もしね、バナナのつぶつぶ感を残したい方は粗めにしていただいても大丈夫です。そうしましたらここにバニラエッセンス、そして牛乳を加えます。これをよく混ぜましょう。はい、バナナの準備は OK です。このぐらい滑らかな感じに仕上がりました。それではこちらの2つを合わせていきます。まずバナナの生地に生クリームを1すくい入れます。そしてふわっと混ぜましょう。このぐらいざっと混ざったらまたね、少し加えます。そしてふわっと混ぜます。このように徐々に混ぜるようにしてください。そして最後加えます。だいたいね、3回ぐらいに分けて混ぜてください。そしてふわっと混ぜます。はい、でこのぐらい混ざったらこちら刻んでおいたくるみを加えます。そしてふわっと混ぜましょう。はい、OK です。このように均一にふわっと混ぜてください。それでは容器の中に入れていきます。そして慣らしましょう。
はい、このようにバットに入れました。そしたらね、ここにチョコレートをさーっとかけていきます。ヘラとかね、ゴムベラを使っていただくとやりやすいと思います。こんな感じでね、さーっと適当にこうやってかけていきましょう。はい、OK です。このようにね、チョコレートを回しかけてください。チョコレートを溶かしてから、そして上からかけることでパリパリっとしたチョコレートを仕上げることができます。それではね、蓋かまたはラップをして、このまま冷凍庫でまず2時間冷やします。はい、今2時間冷やし固めました。こんな感じでね、上のチョコレートもパリパリに凍ってます。そしたらね、一度スプーンでチョコレートを割って、そして全体を混ぜます。ではまずね、チョコレート割ります。中はね、まだふわっと柔らかい状態です。そしたらこちらをスプーンでふわっと混ぜていきます。はい、OK です。このようにふわっと混ぜてください。そうしましたらもう一度蓋かまたはラップをしてください。そしてこのまま一晩冷やし固めます。はい、一晩冷やし固めました。こんな感じでね、美味しそうに仕上がってます。それでは器に盛りたいと思います。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。パリパリチョコもたっぷり入ってますね。これで完成です。はい、これでチョコバナナアイスクリームの完成です。こんな感じに仕上がりました。チョコレートもパリパリで美味しそうに仕上がってます。そしてバナナもたっぷりで濃厚な仕上がりになりました。あとはくるみもね、たくさん入ってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうです。では、いただきます。もうね、すっごく濃厚で、あとくるみの食感とパリパリチョコレートの食感がアクセントになっていてすごく美味しいです。すごく濃厚なんですけど、ほんの少しね、バナナにレモン汁を入れてるので、その分少しあっさり要素も入ってとても美味しい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコバナナアイスクリームのポイントです。まずね、今回チョコバナナアイスクリームの中にくるみも一緒に加えました。こちらのくるみは入れても入れなくてもね、お好みで OK です。そしてバナナなんですけれども、今回私はですね、ハンドブレンダーを使って攪拌しました。こういったね、ミキサーだったりとか、フードプロセッサーとか、あとは今回私が使ったみたいなハンドブレンダーをお持ちでない場合は、フォークなどで潰して作るようにしてください。逆にですね、バナナの果肉の食感を残したい場合は、ミキサーなどを使わずにフォークで潰していただくといいかなと思います。そしてチョコレートなんですけれども、一度溶かして、その溶かしたチョコレートをアイスクリームの上にかけて一緒に凍らせました。そうすることでパリパリとしたとても美味しいチョコレートに仕上がります。ぜひこの方法でやってみてください。今回私はですね、ガーナのブラックチョコレートを使ったんですが、こちらはお好みのチョコレートを使っていただいて OK です。そして今回バナナにはですね、レモン果汁を加えました。このレモン果汁を加えていただくことでバナナの変色を防ぐことができます。そして生クリームと合わせる時は数回に分けてふわっと混ぜるようにしてください。そしてあとはね、容器に入れてその後チョコレートをかけてまず2時間冷やし固めてください。だいたいね、半分ぐらい固まったところで一旦取り出して、そしてチョコレートもね、しっかり固まってるのを確認できたらスプーンなどで全体をふわっと混ぜてください。あとはですね、もうそのまま一晩冷やしていただくだけで作ることができます。そして冷やし固まったアイスなんですけれども、取り出したばっかりの時は結構硬くてなかなかすくえないので、時期にもよるんですけれども、冷凍庫から出して少し置いてからすくうようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。濃厚さっぱりでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコバナナアイスクリームを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。